どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年12号、ワンピース最新話1075話、ラボフェーズ、デスゲームを考察します。前々回1073話ではサターンが登場。前回1074話ではマーク3が登場。今回1075話ではゲームが始まりました。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでない人やコミック化の人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか。いきましょう。いつものように1075話の話数の理論から始めましょう。1075話の類似話数は75話と175話です。75話ではナミが1億ベリー集めたら解放するとアーロンが嘘をついています。一方1075話ではナミは宝石を集めている。175話も解放の話です。サンジがルフィを解放しました。175話のタイトルもそのまま解放です。さらに1075話の反転話数も考えましょう。1075話をひっくり返すと571話、ルフィがエースを解放。これらのことから1075話は解放の話だと予想しました。そして1075話では解放を求めるルッチとカク。これがパズルのように構成される話数の理論です。続いては本編の考察を始めましょう。1075話のスタートはピタゴラスの爆発に気づいた釈迦。ピタゴラスからは応答なし。これが1075話の話数の語呂合わせ1つ目。0を前つけて応答難航。応答難航でしょう。この1075話ではエッグヘッドの通信が途切れたり、ベガパンクたちの命令が効かなかったりと応答が難航しています。そして釈迦は監視カメラカメコの映像に映った犯人の人影を見る。そのシルエットはまるで五老星。サターン星、星冷静に。サターン星は海にいるはずです。ありえない。となるとこの人影はサターン星のクローン。1075話の扉絵ではベガパンクが五老星に謁見しています。つまりその昔ベガパンクは五老星のクローンを作ったことがあるのか。するとその姿はセラフィムやステューシーのように若い五老星がいる。それは以前も考えたように五老星とは五老星。この五老星と読める漢字の本当の読み方はおませ。おませとは大人びた子供のことです。このことから以前の考察では五老星は若返ると考えましたが違う。五老星の若いクローンが存在する可能性。そんな1075話の話数の語呂合わせ2つ目は0を前につけて大人の子。大人の子でしょう。この1075話では大人の子マセタガキセラフィムたちがルフィたちを襲います。そのマセガキたちに命令しているのが同じくマセガキ五老星のクローンなのか。もちろんそのクローンはセラフィムと同じく最強の人類。もしも五老星のクローンが姿を現すならそれは1077話。Twitter ですでに考えましたが1077話の反転話数は771話。ラオジーが戦闘保険で若さを取り戻す回だからです。771話のラオジーと1077話のサターン星がつながるか。そんな大人のことはある意味で小田先生が好きなロックバンドミスターチルドレン。迷い込む恋のラビリンス。シーソーゲーム世界中の誰もが業の深い攻めたい。敵味方クローンたちによるデスゲームが始まりました。画面は変わって栄東3回。ナミとブルックエジソンチーム。ナミは早速お宝宝石を発見。しかしこの宝石は工業用の人工ダイヤだという。ダイヤ。1年前こちらの動画ではルナーリア族のキングの正体はダイヤモンドの炭素石炭人間だと考えましたが、つまりキングの正体は石炭そのもの。石炭人間。いや見方を変えれば石炭とは植物の化石ですから。だからキングの顔には植物のようなタトゥーがある。つまりキングは黒い墨黒墨でもあり鋭く尖った黒刀でもあると。キングがもしも石炭人間なら発火も爆発も無傷でできる。
さらに石炭を高圧縮すればダイヤモンドにもなれる。ダイヤのキング。そしてルナーリアとはイタリア語では月の石、石です。ルナーリア族とは石のような人間、石炭人間の可能性。どうなんでしょうか。ベガパンクが作ったセラフィムたちはそのルナーリア族の血統因子が入っています。場面は変わって A 棟2回。こちらはチョッパー、ロビン、アトラスチーム。ここでは人工臓器、オルガノイドを発見。クローンを作れるなら当然臓器を一つ一つ作れます。場面は変わって A 棟4階指令室。うなだれる釈迦。でんでん虫が一つ一つお釈迦になって応答難航。お釈迦とは日本語で物が壊れて使い物にならないという意味です。そしてさらに研究所に誰かがいるなんて、そんなことお釈迦様でも気がつくまい。釈迦ではありませんが僕も当然気がつきませんでした。場面は変わって B 棟2階の右。サンジジンベエステューシーチーム。サンジがステューシーにマムのパーティーにいたよね、俺のこといるって呼んでくれるとこびまくり、ステューシーはおバカさんと翻弄します。ああ迷い込む恋のラビリンス。これが1075の和数の語呂合わせ3つ目。いい女子。いい女子でしょう。いい女子、つまりステューシーはいい女。この1075では癖のあるいい女たちが数多く登場しています。場面は変わってシート3階の左。ウソップ・フランキー・リリース・ヨークチーム。リリースはバブルガンという何でも跳ね返す最強の銃を持っている。これはマーク3の方にはバブルシールドがありました。最強の銃バブルガン、最強の盾バブルシールド、最強の矛と盾という矛盾。この2つが戦ったらどちらが勝つのでしょうか。そのように考えるとやはりマーク3たちは寝返る可能性が高そうです。ここで4人は倒れているピタゴラスを発見。なんとピタゴラスの頭がない。正体不明の存在にピタゴラスは首をはねられた。しかしピタゴラスは頭を分離できる仕様でした。ピタゴラスが謎の爆発について分析していると、ヨークが大人の子セラフィム S スネークを発見。ヨークが親しみを込めて S スネークに近づくと、いい女子の S スネークはメロメロを放ち、ヨークが石化しました。これに驚くリリースはすぐにセラフィムへ停止命令を出しますが、命令は通らない。応答難航。 S スネークはレーザービームで攻撃してくる。混乱するリリースやフランキーを見て微笑むおませなメスガキハンコック。そう、つまりピタゴラス襲撃犯は大人の子いい女子 S スネークでした。先週ステューシーが怪しいと考えましたが、正解は S スネークであり、それを命令しているのはおそらくサターン星のクローンでしょうか。場面は戻って A と4階指令室。指令室にはミホークとクマのセラフィムが進行中。対するゾロは寝ているルッチと核を守りながら戦闘中。もちろん釈迦の命令も通らない。釈迦は私の命令が通らないなら、それは同じ分身ベガパンクだと予想していますが、そうではなくおそらくベガパンクよりも上、五老星サターン星のクローンではないでしょうか。これが1075の和数の語呂合わせ4つ目。十中でしょうか。5は中国語でうなのでうです。十中とは敵の罠の中という意味です。とにかく攻撃の手をやめないセラフィムたち。セラフィムたちが放つレーザービームの爆発はまるで土星のよう。これも黒幕がサターン星であるヒントなのか。ここでルッチとカクが目を覚まして、なんとルッチとカクが起き上がり仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にしてあげますか。ルフィとゾロに共闘を要求し、手錠を外してくれと願い出ました。これは75話のナミ、175話のサンジ、571話のルフィ、1075話の全ての類似話数で見られる解放。しかしその願いを聞いたルフィとゾロは嫌そう。その顔はまるで白ひげとおでんのよう。この顔をした後、白ひげもおでんも結局はいやいや願いを受け入れていますから、ルッチとカクはおそらくルフィと共闘するでしょう。それは数週間前考えた白と黒の陰陽の融合、こちらです。
ルフィが白であるならば、それと敵対する黒は1070話で黒ヒョウのように覚醒したロブルッチでしょう。ロブルッチという名前の意味は光を奪うという意味です。黒いイメージの敵と戦ってきています。そして黒といえば闇闇の実の黒ひげでしょう。ここからルフィの白い夜明けと黒ひげの黒い闇の戦いが想像できるでしょう。それはまさに白と黒の陰陽のようにです。まさに宿命のライバルであり、そのライバルはいつの日か手を組んで神を相手に戦うかもしれません。そう、2年前ルフィと黒ひげは争った後に共闘すると考えました。それは白いルフィの陽と黒い黒ひげの陰がいつの日か混じり合い、世界に夜明けをもたらす。2年前にも考えたように仲直りこそがワンピースの裏テーマでもあると僕は考えますが、やはりずっと考えてきているようにワンピースでいがみ合う2人はいつの日か手を結ぶのか。ルフィと黒ひげの共闘の可能性が高まりました。なぜならイム様はルフィと黒ひげを敵視しています。以上です。続いては次号1076話の展開を話数の理論から考えていきましょさて、来週のワンピースはまずは1076話の類似話数から考えましょう。1076話の類似話数は76話と176話です。76話は寝る、意地を張るナミに対してルフィは寝るという行為で呆れていますから、1076話ではステューシーが誰かを眠らせるのか。一方176話ではスモーカーを仕方なく助けたゾロ。ならば1076話ではルッチと核と仕方なく共闘するのか。次に1076話の反転話数も考えましょう。1076話をひっくり返すと671話パンクハザード、671話ではカツンカツンとベルゴが登場。それを見て微笑むモネ。ここと同じようにつながるなら、モネのポジションがステューシー、ベルゴのポジションが五老星のクローンなのか。先週考えたようにステューシーはまだまだ怪しい。ステューシーが侵入者の味方をしている可能性がまだかすかに存在しているのではないでしょうか。そんな1076話の話数の語呂合わせ予想、一つ目は地鳴り。地鳴りというのはどうでしょうか。僕は関音で陸と読むのでリです。エッグヘッドが再び地鳴りを上げるのか。1076話の話数の語呂合わせ予想、2つ目は隣。隣というのはどうでしょうか。裏切り者はすぐ近く隣にいるのか。1076話の話数の語呂合わせ予想、3つ目は天地無用。天地無用というのはどうでしょうか。天地無用とは上下逆さにすることを禁じる。セラフィムたちとの戦いの中で何かがひっくり返るのか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。またね。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。